Hello everybody! 皆様こんにちは。本日は YouTube Works Award Japan 2023授賞式にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきますちぐさと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて早速ですが、まずはじめに本アワードについて皆様に簡単にご説明をさせていただきます。YouTube Works Award は Google が主催する広告賞で YouTube を活用して高い広告効果を獲得し、ビジネスを成功に導いた動画広告を表彰するアワードです。イギリスで始まり、アメリカなど世界各国で開催され、広告界 YouTube を代表するクリエイターが審査を行います。日本では2021年に初開催いたしまして、今年で3回目の開催となります。YouTube Works Award Japan 2023は全部で8つの部門で構成されており、各部門賞の中で最もイノベーティブに YouTube 広告を活用してビジネスへの効果へとつなげることに成功したキャンペーンを2022年の YouTube を代表する作品グランプリとして表彰をいたします。さあ、そして審査員は日本を代表する広告主、広告会社、そして YouTube クリエイターの皆様です。大変多くの応募の中から選ばれましたファイナリスト49作品をこちらの審査員の皆様が2日間にわたって審査をいたしました。本日はファイナリストから選ばれました各8部門の部門賞と部門賞の中から2022年を代表する YouTube 広告としてのグランプリを発表させていただきます。さあ、そしてこちらの会場にはファイナリストに選出されました49作品のブランド広告会社などの皆様にお越しいただいております。まずはたくさんのご応募の中からファイナリストへの選出誠におめでとうございます。ご自分たちにぜひ大きな拍手をお送りくださいませ。この後の発表ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いでございます。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして Google 合同会社マネジングディレクター YouTube 日本代表中条明子からご挨拶をさせていただきます。中条さん、よろしくお願いします。皆様こんにちは。 YouTube 日本代表の中条明子と申します。まずこの度は YouTube ワークスアワードにたくさんのご応募をいただきまして誠にありがとうございました。また本日ファイナリストに選出されている皆様方おめでとうございます。さて授賞式の前に少しだけ、私どもの方から YouTube の最新情報についてご紹介をさせていただきます。YouTube の月間のユーザーは18歳以上の日本の人口の 65% 以上にあたる7000万人以上、若い世代はもちろんのこと、幅広い世代の年齢層の方々にご利用をいただいています。またプロダクトも進化を続けています。最大60秒の縦型動画である YouTube ショートは新たなトレンドの発信源として若い世代を中心に楽しんでいただいています。またコネクテッドテレビで視聴する方は
3500万人以上となりました。一日中肌身離さず、持ち歩くスマートフォンに加えまして、ゆっくりとくつろぎながら大画面で楽しむ、そういうテレビでの利用が増えています。つまり YouTube の広告を活用すれば、幅広い世代の方々との一日のさまざまなシーンでコミュニケーションが可能となると考えています。そしてビジネスを成長に導く広告投資をする上で大切なこと、それはユーザーに価値ある情報を届けて高い広告効果を獲得することかと思います。さらにその投資対効果を分析し、常に改善を続けていくこと。お手元に皆様の方のお手元にですね、お配りしておりますファイナリスト作品集には、各社の YouTube 活用目的や KPI、そして獲得した広告効果や ROI などが紹介をされています。ぜひたくさんの事例からですね、学びのヒントを得ていただき、皆様方のマーケティングに生かしていただけますと幸いです。それではこれから早速授賞式となります各賞とグランプリの発表をどうぞお楽しみください。本日はありがとうございました。中条さん、ありがとうございました。それでは続きまして審査委員長を務めるお二方をご紹介させていただきます。どうぞステージにお越しください。YouTube ワークスアワードジャパン2023審査委員長の続くクリエイティブディレクター細川美和子さん、そしてコムドット大和さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ本日受賞作品の発表となるわけですが、今のお気持ちいかがでしょうか。細川さんからお伺いしてもよろしいですか。はい、私は国内外の賞の、審査員を今まで何回か務めさせてもらって、多分その経験を買われて今回審査員長やらせていただいてるんですけど、やっぱり YouTube のこのアワードの特徴として、やっぱ他の賞がどれだけ広く届いたか、人の心を動かしたか、表現の面をクリエイティビティを評価すると点が大きいのに対して、この賞はそれに加えてさらに効果ってところまでをすごく厳しく丁寧に審査する賞で、そこが応募してくださった作品見てもですね、責任感と誠実さを持って、かつアイデアの力でいろんな制限を突破してきた広告が集まっていて、私としてもすごいインスパイアされることが多くて、本当にここまでファイナリストに選ばれただけでも素晴らしいなと思っています。なので受賞作ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。続いて大和さん、お願いいたします。審査委員長のコムドット大和です。まずは本日この場所に無事に立てていることを、光栄に、そして誇りに思います。僕たち審査員にとって YouTube の広告を審査する上で、難しいポイント本当にたくさんあったのですが、皆さんが本気で作ってきてくださったクリエイティブに対して、誠心誠意向き合い本気で審査をしてきたので、本日は最後までお付き合いいただけると嬉しいです。本日はどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。審査委員長のお二人には後ほどグランプリ発表の際にもまたお話をお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではどうぞご講談くださいませ。さあ、それでは早速ですが部門賞の発表、表彰へと移らせていただきたいと存じます。まずはアクションドライバー部門の発表です。プレゼンターは部門代表審査員のディップ株式会社執行役員 COO 室室長藤原昌司さんです。藤原さん、どうぞステージにお越しください。
ろしくお願いいたします。さあ藤原さん、アクションドライバー部門ファイナリスト作品たちはいかがでしたでしょうか。はい、皆さんおはようございます。眠くた実は声が出ないんですが、はい、アクションドライバーですね。今回 YouTube アワードの審査をする上で一番最初に実は審査した、項目になってまして、YouTube らしさっていうのをどこまで基準として持つのかみたいな、これ全体の賞に関わってくるところだったんですけど、どこまで YouTube らしさとか広告の運用ができるっていう話だと思いますので、この辺の基準をどこに持ってくるかみたいなところを非常にですね、皆さんと話し合って決めたという項目になってます。はい、ありがとうございます。それではアクションドライバー部門賞の発表です。アクションドライバー部門は YouTube 広告を活用して生活者の意思決定を後押しすることで行動を促すことに成功し、ビジネス目標を達成したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。アクションドライバー部門賞に輝いたのは三井住友カード株式会社学パあげてこです。三井住友カードで学パあげてる？学パ？そう、学パあげてこう。コンビニ 5% 還元、学生限定 LINEPay の支払いで 3%。 人生最初のクレジットカードとして三井住友カードを選んでもらうことをビジネスゴールとし、関連キーワードの検索数最大化を KPI に設定。全国の学生に向けて YouTube 広告を実施しました。3回以上の広告接触でサービス認知と検索数が向上するという実績に基づき、広告接触時にスキップされずに認知してもらえるクリエイティブを用意することをテーマとして、学生生活パフォーマンスを上げる、略して学パあげてこというメッセージを独自に開発。学生から支持の厚い YouTube クリエイタークレイジーマグネットを起用し、グラフィックは2次元と3次元を織り交ぜてポップでライトなクリエイティブを制作しました。検索数は 130% へと増加し、検索に至る目標 CPA が 86% へと改善。学生の興味を喚起するだけではなく、検索という具体的なアクションを効率よく促すことに成功しました。良かった点はターゲティングですね。キャスティングからですね、まずターゲットに合うキャスティングというところを使っているというところになってるのかなと思ってます。でもう一個はクリエイティブ内にコスパ、タイパ、学パみたいな形で、若年層には最近でいうとタイパっていうところが入ってきてるので、そのあたりを考慮して作られてるというところが非常に面白いかなと思っております。アクションドライバーということで明確に KPI があって目的を達成するために作られた広告ということで、最初にはどれぐらいそのアクションが生まれたのかっていうことと、やっぱり YouTube の特性上ターゲティングができたりとか、視聴完了率がしっかり終えたりとか、コンセプトは一つでありながらも複数のクリエイティブを作っていたり、あとはフォーマットで縦型もしっかりと特に学生に見られている YouTube ショート用にだと思うんですけど、作られているところが非常にしっかり考えて作っているなという、印象と、あとはやっぱりリズミカルかつ絵面のなんかカラフルさが本当にと思って最初スキップさせないような工夫っていうのが非常にあって評価させていただいたというところでございます。アクションドライバー部門部門賞を受賞されました三井住友カード株式会社の代表者の方、どうぞステージへご登壇ください。おめでとうございます。
れでは藤原さんからトロフィーと花束をお送りいたします。まずはトロフィーの授与です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして YouTube からの花束の贈呈です、おめでとうございます。さあ三井住友カード株式会社様、おめでとうございます。それでは一言お伺いしたいと思います。今回は効率的に検索につなげることができ、サイト流入や申し込み件数も増加したということですけれども、 YouTube 広告によって効率的に具体的なアクションにつなげられた、この成功の背景には一体どんな工夫があったのか、ぜひ喜びのお声とともにお聞かせください。5回ぐらいスタッフの方と間違われたのでちょっと帰ろうかなと思ってたんですけど本当来てよかったです。ありがとう。ありがとうございます。今回おっしゃっていただいた通りで、学生の中心にどれがこう見ていただいて、でシンプルにこのサービスがどういうものなのかっていうところを理解してもらうのを学生の言葉で作っていくと。でそれを、YouTube のさまざまな使い方もそうですし、はたまた別のメディアに対してもどうやって作っていくかっていうので、いろんなクリエイティブを作り分けながら中身も作っていくっていうのをやっておりましたね。結果に結びついたのかなというところが工夫でございます。ありがとうございます。はい、本当に学生の皆さんにはぜひどんどん学パ上げていただきたいですね。ありがとうございます。アクションドライバー部門部門賞に輝きました三井住友カード株式会社の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。さあそれではどんどん進んでまいります。続いてはベストブランドリフト部門です。プレゼンターは部門代表審査員の株式会社ジュークボックスドリームズファウンダー&プレジデント和佐隆さんです。和佐さん、どうぞステージにお越しください。さて和佐さん、ベストブランドリフト部門、こちらの部門はファイナリストに選出されたキャンペーン作品いかがでしたでしょうか。はい、まずベストブランドリフト、賞のファイナリストに選ばれた7つの広告主、それから、エージェンシーの皆様おめでとうございます。本当にYouTube をうまく使って、ブランドの価値向上に寄与したたくさんの、応募作品の中からこの7つの作品が選ばれました。でこの7つの中から1つの、部門賞を選ぶのは非常に難しかったです、正直。でも1つ選ばなきゃいけないので、さっき委員長の山津さんも言ってましたけど、僕たち本当に作品に真摯に向き合って選んできました。で特徴として挙げられることは1つ、やっぱり企業の一方通行のメッセージじゃなくってターゲットですね。ターゲットのインサイトか興味っていうのをいかに先読みして、でそこを基軸にしたエンターテインメント、見てた楽しい、エンターテインメントの中にいかに企業の言いたい、またブランドが言いたいことを差し込むかと。でそこがうまくいってた、作品がまずファイナリストですし、そこが一番突き抜けたところが今回の優秀賞に選ばれています。はい、はい、和佐さんどうもありがとうございます。それではベストブランドリフト部門賞の発表です。ベストブランドリフト部門は YouTube 広告を活用してブランドや商品の認知、比較検討、検索数や好意度などのブランドリフトに貢献したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。
ベストブランドリフト部門賞に輝いたのは株式会社 NTT ドコモ卒業生100万人の答辞、あの恋をもう一度です。卒業生一同起立。答辞、卒業生代表豊島心。はい。携帯キャリアを自分自身でこれから選択契約するタイミングを迎える学生にブランドをより身近に感じてもらうことで、選ぶならドコモというイメージを醸成し、若年層の行為と割引サービスの利用意向の向上を KPI とした YouTube 広告を実施しました。何度も見たくなる、耳で何度も聞きたくなる、誰かについ語りたくなるような仕立てとし、リアルな青春を描いた動画を制作。タイアップ楽曲との親和性を高め、没入感のある映像体験を実現するため、秒数制限のないトゥルービューインストリーム広告をメインにキャンペーンを実施しました。試作認知者のサービス利用意向の増分は広告非認知者と比較し 2.5 倍に伸長。 SNS 上でも計1万件以上のポジティブなコメントを獲得し、若者の支持を集めることに成功しました。卒業生100万人の答辞に関しては、もう数年に続くこのコロナ禍の中での時代背景、消費者のインサイトというところをうまく刈り取ったところが総合的に評価されたというふうに思っています。あの恋をもう一度に関しては典型的な恋愛ドラマではあるんですが、長尺にもかかわらず視聴者に二度見させるほどの仕掛けをドラマの中に入れていて、非常に共感を得たところが評価につながりました。やっぱりもう一回見たくなるっていうのがやっぱ一番大きかったかなとは思うんですけれども、テレビとかそういうただ流れてくる視聴環境の中で見るところではいろんな意味でできない表現だったなっていう、その尺もそうですし、あとはもう一回見て楽しむっていうところが面白かったかな。ベストブランドリフト部門賞を受賞されました株式会社 NTT ドコモの代表者の方、どうぞステージへご登壇ください。おめでとうございます。それではマサさんからまずはトロフィーの授与です。おめでとうございます。続きまして花束の贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ株式会社 NTT ドコモの皆様、おめでとうございます。今回は若年層のエンゲージ獲得を目指してメディア予算の大半を YouTube に投資されたと伺っております。この決断に至った背景や、結果として見えてきた手応え、どんなものがあったでしょうか。ぜひ喜びの声と一緒にお聞かせください。まずは受賞させていただいてありがとうございます。やはりターゲットが今回若年層、若い方々ということで、従来型のメディアというよりも、こういった YouTube といったデジタルを使うということを真っ先に考えました。でその中で、先ほど好評でもおっしゃっていただきましたけれども、何度も見直したくなる、これテレビじゃできないことなので、YouTube の特性を生かした、クリエイティブを作り、あと、卒業生の答辞の方ではやっぱり共感をしてもらえる、コロナ禍、ほとんどの高校生活をコロナ禍で過ごした皆さんに共感をしてもらえる、で何度も何度も自分の思い出と重ね合わせて見てもらえる、そういう YouTube の特性を生かして、クリエイティブを作成させていただきました。ありがとうございます。もう本当に胸がね、どっちのバージョンもキュッと締め付けられる、そんな作品だったかと思います。ベストブランドリフト部門賞に輝きました株式会社 NTT ドコモの皆さんに大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。さあ続いてはベストセールスリフト部門です。プレゼンターは部門代表審査員の株式会社セブンイレブンジャパン商品本部リテールメディア推進部統括マネージャーの杉浦克樹さんです。杉浦さん、ステージにお願いいたします。
杉浦さん、よろしくお願いいたします。さあ、ベストセールスリフト部門ファイナリストはいかがでしたでしょうか。はい、セブンイレブンジャパンの杉浦と申します。議論はかなり尽くせたんじゃないかなというふうに思います。皆様のクリエイティブの熱量を我々も十分感じて、議論をしてまいりました。ちょっと裏側の話になるんですが、一旦決まったんです、作品が。ただその後休憩を挟んでもう一回議論が始まって、どのくらいかけたかわからないんですけど、いろんな意見の中で、今回の受賞に至ったっていうふうに思ってます。このベストセールスリフトに関しましては、当然購買にどれだけ響いたかっていうこと、ここも重要視しておりますが、単純に売れたっていうことではなくて、お客様のインサイトにどう響いたのか、つまりどれだけお客様が思わず購入に至るこのトリガーを引けたのかっていうところを選定の基準にさせていただいておりますので、そういった視点で、この後の作品の受賞を楽しみにしていただければというふうに思います。はい、どうもありがとうございます。それではベストセールスリフト部門賞の発表です。ベストセールスリフト部門は YouTube 広告を活用してオンライン・オフライン問わず売上拡大というビジネス目標達成に貢献したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。ベストセールスリフト部門賞に輝いたのは日清食品株式会社最強どん兵衛最強地下 CM です。どなたですか。ドンギツネだ。いつからそこに。和風即席麺の絶対的ナンバーワンを目指すどん兵衛。従来のシリーズに比べて麺、お揚げ、だし、七味、その全てを主役級に昇華させた最強どん兵衛の魅力を30代から40代と Z 世代のエンタメリア充層に正しく伝えて購買喫食してもらうことを目的に、テレビ CM の長さでは伝えきれなかった一つ一つの具材を丁寧に伝えるために YouTube 広告を実施しました。全ての素材が最強であることを訴求するため、最強のキャラクターとして認知度もあるアニメ「ハンマバキ」とコラボ。アニメの名シーンをオマージュしたしずる訴求で最強素材を印象づけるため、広い認知、強い共感、高い拡散を一つのフォーマットで可能とするトゥルービューインストリーム広告を活用しました。公開2日で動画再生回数230万回を突破。売上は動画公開前週比 174% 増加。オンラインショップでの売上も前月比 223% 増加し、売上に大きく寄与する結果となりました。どん兵衛っていう商品は多くの方がご存知の商品だと思うんですが、今回その最強っていうことで新たなコンセプトを打ち出し、その中で例えば揚げであったりとかだしであったりとか、はたまた七味、そして麺であったりとかっていう、この元来持っている商品の良さをきっちりしずる感であったりとか、一定いいスピードでですね、お客様にお届けできるこのクリエイティブの素晴らしさっていうのがまず大きな要因だったっていうふうに思います。 YouTube ってやっぱ生身の人間が多い中で、そこにアニメーションがバンってくると、それだけでもちょっと見入っちゃうというか、メガネの男性とバキのまずそこの対比だけで面白いのに、そこでうどんを食べてしずる感なさそうなキャラクターがしずる感あって本当に美味しそうだなとも思いましたし、面白すぎて買ってみたいみたいな、食べてみたくなるっていうのはすごくあるんだろうなって思いました。ベストセールスリフト部門賞を受賞されました日清食品株式会社の代表者の方、どうぞステージへお上がりください。おめでとうございます。
223% に増加したという驚きの数字も飛び出しました。こちらはチームとしては狙い通りだったんでしょうか、それとも予想外の反応だったんでしょうか。ぜひお聞かせください。今回はですね、テレビ CM もやってる中でウェブをやって、ウェブでどうやって売り上げを上げるかということを目標にしてやってますので、まさに狙い通りです。で、私たちとしては、最強のどん兵衛なので、広告としても最強にしないといけないということで、最強の広告を狙って作り上げたという形になります。今のお気持ちはいかがでしょうか。最強で最高ですね。はい、最強に最高ということでいただきました。本当におめでとうございます。ベストセールスリフト部門部門賞に輝きました日清食品株式会社の皆さん、今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。ではご講談ください。杉浦さんもありがとうございました。さあどんどん進んでまいりましょう。続いてはベストターゲットリーチ部門です。プレゼンターは部門代表審査員の株式会社電通クリエイティブディレクター佐々木あゆさんです。佐々木さん、どうぞステージにお越しください。さてベストターゲットリーチ部門です。佐々木さん、ファイナリストはいかがでしたか。いや本当にファイナリストにまず選ばれた皆様、ベストターゲットリーチ部門本当にお疲れ様でした。そしてすごく面白かったです。でベストターゲットリーチ部門なんですけれども、まさにYouTube ならではのこの自由度、尺も自由ですし、その形式フォーマットも自由の中で、どうやってそのターゲットに届かせるアイデアがあるかっていうところを中心に議論したんですけれども、やっぱりその量的なところだけじゃなくて、どれだけその届かせ方にアイデアがあるかとか、その新しいお客さんを取っていくためにその人たちのインサイトをどれだけ深掘りしているかとかっていうことも含めて議論をしながら、これも激論だったんですけれども、決めさせていただきました。すごく楽しい審査会でした。ありがとうございます。それではベストターゲットリーチ部門賞の発表です。ベストターゲットリーチ部門は YouTube 広告を活用して生活者のインサイトを捉え、適切なデバイス、広告フォーマットによってリーチ効率を高め、ビジネス目標を達成したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。ベストターゲットリーチ部門部門賞に輝いたのは損害保険ジャパン株式会社ファスト CM かけがえのない人生に確かな安心を編です。損保、この広告は 1.5 倍速でお送りします。人は時間と生きている。一人の時間、仲間との時間、その1分1秒の全てがあなたの。保険は若い世代において自分ごと化されにくいという側面がある。損保ジャパンは20歳から34歳男女からなんか好きと感じてもらい、若年層の価値観に寄り添う会社であることを伝えるため、この世代に効率よくリーチできる YouTube 広告を実施しました。若年層の特徴と言われる費やした時間に対する効果や満足度を示すタイムパフォーマンス指向を捉え、動画広告を早回しにした倍速広告ファスト CM を制作。若者たちの安心をこっそり見つめる見守り役としての企業姿勢を表現しました。キャンペーン後のブランドリフト調査ではブランド好意度が 17% 増加。さらに YouTube 広告の視聴単価は 1.97 円、視聴率は 46.8% となり、目標を大幅に達成。ターゲット層に効率よくリーチすることに成功しました。
単純にその見てて面白いなっていうのもあったんですけど、すごく、時流を捉えてるっていうことと YouTube ならではっていうのが両方あったので、倍速で見たりスキップできたりする視聴環境の中で見ているっていうのも YouTube ならではかなと思ったので、そういった意味ではすごく面白い受賞作になったんじゃないかなっていうふうには思ってます。 CM とか作るとき結構内容があるものを30秒のものに入りきらないって悩んでたんだろうと思ったんですね。倍速にすればいいじゃんみたいな。でも単純になんかそういう発想がなかったことに対してちょっと悔しかったし、なんかやられたなって思って、逆に言うとそれだけなんか素晴らしい作品だったかなと思いました。ベストターゲットリーチ部門部門賞を受賞されました損害保険ジャパン株式会社の代表者の方、どうぞステージへお越しください。おめでとうございます。 YouTube ならではの作品でした。さあ、それでは佐々木さんからまずはトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。続きまして花束が贈られます。さあ、損害保険ジャパン株式会社様、おめでとうございます。お話をお伺いしましょう。今回は複数のクリエイティブとターゲティングの組み合わせで効率的なターゲットリーチの獲得に成功されました。 YouTube ならではのプランニングのポイントがあれば、ぜひ喜びの声とともにお聞かせください。ありがとうございます。そうですね、この企画は本当にここにいるトライバルメディアハウスさんが提案してくださった企画になっていて、この企画なしでは受賞することはできなかったかなと思っているんですけれども、保険っていうと結婚とか出産とか車を買ったとかライフイベントが変わるタイミングで想起されるものなんですけれども、そこはあえて若年層をターゲットにしたということで、一本的に届けるような企画ではなくて、相互にコミュニケーション取れて共感してもらうものにもぐっとターゲットを絞っていこうということで、あえて振り切った企画に挑戦をしてみました。ありがとうございます。おめでとうございます。ベストターゲットリーチ部門賞に輝きました損害保険ジャパン株式会社の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。どうぞご登壇ください。佐々木さんもありがとうございました。安村さんがどこにいるのかっていうアハ体験もありましたよね。おめでとうございます。さあ、続いてはクリエイティブエフェクティブネス部門に参りましょう。プレゼンターは部門代表審査員の株式会社博報堂クリエイティブディレクター小島翔太さんです。小島さん、ステージにお願いいたします。さあ、小島さん、クリエイティブエフェクティブネス部門のファイナリストはどうご覧になりましたか？ファイナリストの来られた皆さん、おめでとうございます。この部門はですね、クリエイティビティの力で、共感だったり議論を起こして、ビジネス成果を達成しようという、部門なんですけれども、クリエイティビティの力でって歌ってるだけあって、どれもここに応募してくるものは気合い入ってるというか、力作揃いというか、すごくもうそもそも審査の前、生活者として触れたことのある話題になったりするものが多くてですね、すごく審査も盛り上がりました。ユーモラスだったりだとか、エモーショナルで、すごく素敵な動画が多くて、面白かったですし、議論も盛り上がったんですけども、一方でこれは全ての部門そうなんですけど、審査員の多様なバックグラウンドの審査員で構成されてますので、じゃあそもそもそのクリエイティビティが発揮されている場所に行くまでに、そこに見るまでに自分だったら飛ばしちゃうかなみたいな、そういう議論もありまして、やっぱりこの賞ならではの視点だなと思いながら、審査員一同も勉強させていただいたような審査になったかなと思っております。ありがとうございます。それではどんな結果になったのか、クリエイティブエフェクティブネス部門賞の発表です。クリエイティブエフェクティブネス部門は YouTube 広告を活用して生活者インサイトを的確に捉え、視聴者の共感や議論を生み出し、ビジネス目標を達成したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。
クリエイティブエフェクティブネス部門賞に輝いたのはサントリーホールディングス株式会社ほろ酔い飲んで何しようです。めくるめくミラーボールのって彗星にでも旅に出ようか、いつか見たその2009年発売のロングセラーほろ酔い。今の時代にアップデートされた商品価値を再定義し、20代から30代を中心とした全世代に向けて、アルコール度数 3% だからこそ酔いすぎずに自分だけの時間を楽しむことができるという価値を伝えるために YouTube 広告を実施しました。より深く一人一人に寄り添うために実写とアニメーションを両立させた映像や幅広い世代を巻き込む音楽のマッシュアップ、複数の歌い手の起用などカルチャーと仲良くなるというコンセプトを設定。キャンペーンは YouTube を中心とし、それを拡散するための SNS という位置づけで設計。全ての起点であり、同時に受け皿としての役割を果たしたのが YouTube でした。動画再生回数は754万回を記録。動画に使用した音楽や世界観の二次創作がたくさん投稿され、さらに SNS での高い評価を得ながら拡散したことで大きなトレンドを生み出しました。何よりターゲットである若者が、接触した時に最後まで見たくなる。 YouTube ってスキップできちゃうメディアだと思うんですけども、スキップせずに最後まで心地よく右脳的に見たくなるものに仕上がっているという点と、そこが心地よくなっている中のポイントが自然に受け入れられる、見たくなるカルチャーと接着された、広告というよりむしろコンテンツに昇華されているものだなと僕は思ったんですけども、そこを評価させていただきました。すごくゴールに向かってこれはちゃんと目的を達成しているのかっていうことをベースにして左脳的なことも交えながら審査するんですけれども、広告に関してはこれなんか気持ちいいよねっていう、まず右脳が生理的本能的に反応して後から左脳でああいうデジタル広告っていうのがきちっと評価されたっていうのは個人的には制作者としてはとても嬉しく思います。クリエイティブエフェクティブネス部門賞を受賞されましたサントリーホールディングス株式会社の代表者の方、どうぞステージにご登壇ください。おめでとうございます。それでは小島さんからまずはトロフィーの授与です。おめでとうございます。おめでとうございます。そして花束が贈られます。株式会社様おめでとうございます。本当に各お部屋の細かい小物とかも何回も見てチェックしたくなる、今回はスキップできるのにスキップしない、むしろもっともっと見たくなる、特に20代から30代に受け入れられたとのことでした。この世代にとって YouTube どんな存在だと思われますか？はい、この度はありがとうございます。ほろ酔いは10年を超えるロングセラー商品なんですけれども、これだけ新しいもののように爽やかに気持ちの良いクリエイティブにしていただいて、本当にクリエイティブの力ってすごいなと思っております。で今回電通の三原さんと一緒に制作させていただいて、ちょっとYouTube に対してみたいなところもちょっと一言伺ってみたいなと思ってます。すみません、僭越ながらこのチーム本当はもうすごいたくさんのメンバーがいる中で、僕なんかちょっと喋るのは恐縮なんですけれども、YouTube に関してはやっぱ今回すごく可能性を感じた、小島さんもおっしゃっていただいた通り、やっぱ広告よりコンテンツっていう風に言っていただいたところはやっぱ YouTube 上での展開でもすごく感じまして、やっぱその公開されてから、二次創作がどんどん生まれていったりとか、マッシュアップソングの無限ループ動画みたいなのが出ていったりとか、なんかそういったところでこのコンテンツ自体を広告としてじゃなくてコンテンツとして YouTube 内で皆さんが楽しんでいただいているっていうところも非常に感じられて、やっぱり YouTube 中心に展開していくことですごくそういったところに広がりを感じれた、案件だったかなというふうに思っております。ありがとうございます。本当におめでとうございます。クリエイティブエフェクティブネス部門賞に輝きましたサントリーホールディングス株式会社の皆様にどうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。さあそれでは続いて Force for Good 部門です。
プレゼンターは部門代表審査員の株式会社 ADK マーケティングソリューションズクリエイティブディレクター印南聡さんです。印南さん、お願いいたします。さあ、印南さん、フォースフォーグッド部門です。ファイナリストいかがでしたでしょうか。はい、まずはファイナリストに選出された、皆様、おめでとうございます。フォースフォーグッドの部門というのはブランドのパーパスを踏まえて、社会的意義のあるコミュニケーションを、できたかという部門になったんですけれども、審査を振り返ると、どの部門にも共通することだと思うんですけど、映像で人を動かすっていうことの効果はどうなんだろうかっていうことの、議論で非常に、盛り上がりました。ともすると、その頭でっかちなそのコミュニケーションになってしまいがちな、部分があるんですけれども、ブランドらしさとその社会を良くするっていうことの、掛け算は何によってできるのかっていうことを、議論していったときに、やっぱり、表現としての豊かさにあるんだなっていうことに気づかされた、審査だったなというふうに、思っています。で、もし来年、ここにいる皆様応募される際に、フォースフォーグッドの、部門のことを、ぜひ考えていただけると嬉しいなと思っていて、何かその世の中に対してコミュニケーションするということ自体がその社会に影響を与えるっていうことだと思うので、そこで何が起こるのか、それを見た人がどんなことを、受け取るのかということを考えていただけると嬉しいなというふうに思っています。印南さん、どうもありがとうございます。さあ、それではフォースフォーグッド部門賞の発表です。フォースフォーグッド部門は YouTube 広告を活用して自社のブランドパーパスを表現し、生活者との対話を深め、社会的意義のあるコミュニケーションを展開したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。フォースフォーグッド部門賞に輝いたのは日本赤十字社おうちの中のモンスターです。おうちの中のモンスター。お昼寝をしていたら僕を起こす声がする。ポッポー、坊や、危ないぞ。防災の日がある9月に日本国民の防災意識を高め、家具類の安全対策を促していくことで一人でも多くの命を救うことを目的とした YouTube 広告を実施しました。阪神・淡路大震災におけるおうちの怪我の約7割が家具やガラスによるもの。大地震であるほど家具は命を奪う凶器に変わる。普段は役に立つ家具が災害時に襲いかかってくるモンスターとして描かれたアニメーションを制作。多くの人に伝えるため再生回数を KPI とし、完全視聴率の高いトゥルービューインストリーム広告を実施しました。動画再生回数は900万回を突破。3分の尺にもかかわらず完全視聴数は363万回を記録。大事な警告を分かりやすく伝えることで、家族で視聴した、子供が食い入るように見ていた、視聴後家族で対策を話し合ったなど、数多くのコメントが確認されました。命を守るという日本赤十字さんの、パーパスに基づいて、家族の中での会話を促して行動につながるようなコミュニケーションを実現できたということで、何よりも映像自体がクオリティが高くて見続けることができて、これを見たら確かに行動を促すよなというふうに思える作品だったなというふうに感じております。災害大国である日本において、みんなが知っておくべき大切な情報を
きちんと子どもから大人まで届く形で表現に昇華して命を救うとても大切なメッセージを一切手抜きのない表現できちんと届けられたということ、メッセージかつ SNS とかの発信、その動線の見事さも評価されて受賞となりました。フォースフォーグッド部門賞を受賞されました日本赤十字社の代表の方、どうぞステージへお上がりください。おめでとうございます。本当にお子さんにも分かりやすく身の回りの危険を自分事として考えるきっかけになった作品かと思います。おめでとうございます。それではインナミさんからトロフィーの授与です。おめでとうございます。続きまして花束の贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。日本赤十字社の皆様、お話をお伺いいたします。正しい理解と態度変容をもたらすために長尺で丁寧な訴求が必要だったということですが、このようなメッセージを伝えていく上で YouTube どのような存在だとお考えですか。ぜひ今のお気持ちと一緒にお聞かせください。本日はこのような賞をいただきましてありがとうございます。改めて YouTube のメディアとしての発信力の凄さを今私実感をしておりますけれども、日本赤十字社と申しますのは日赤の歴史というのは救護活動のですね、経験と反省を繰り返して、そして備えを、進化させていくという歴史でもあります。しかしいざ大災害が起きますと救える命というのはやはり限られてございますので、ぜひですね一人一人が明日の災害に備えてほしいという思いを込めてですね、こちらの動画を作りまして、より多くの方に特にご家族にも見ていただきたいということで、この発信力のすごい YouTube を今回使わせていただいて、よかったなというふうに思っております。本当にありがとうございます。おめでとうございます。フォースフォーグッド部門賞に輝きました日本赤十字社の皆様に大きな拍手をお送りください。続いてはブレイクスルーアドバタイザー部門です。プレゼンターは部門代表審査員のレノボジャパン合同会社 CMO リュウ・シーチャウさんです。リュウさん、お願いいたします。さあリュウさん、ブレイクスルーアドバタイザー部門ファイナリストはいかがでしたか。はい、まずファイナリストの皆さんおめでとうございます。この部門ですけれども他のところと違くて今年初めて YouTube 挑戦した皆さんがここにファイナリストになってるんですね。なので他のところ違って今までこういう経験があったとかこういう失敗があったっていうのが一切ない状態で初挑戦になるので、私たちも初挑戦でよくここまで作ったなっていうのを見ながらいろいろ楽しませていただきました。本当に私たちとしても社内のことを結構想像しながら初めてなのによくこれ決めたな、なんでこのディシジョンしたんだろうっていう話もいろいろ気になりながら楽しく議論して決めましたので、最後本当に結構難しかったんですけど皆さんとして決めましたのでぜひ、見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。それではブレイクスルーアドバタイザー部門賞の発表です。ブレイクスルーアドバタイザー部門は YouTube 広告の活用においてこれまでに蓄積された実績がない中でも果敢に挑戦し優れたビジネス目標を達成したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。ブレイクスルーアドバタイザー部門賞に輝いたのは
株式会社名電車電気を動詞になれピクセルアート編です。電気に根ざした技術で社会を支える名電車は B2B 企業であるため一般には認識されにくいという課題がありました。特に若年層は将来の取引先であり採用においても重要な年代。そこで18歳から34歳とのエンゲージメント強化を目的に YouTube 広告を本格的に実施することにしました。コピーは歌詞のように、演出はリズムを感じるように、動画広告を音楽的な体験として受け取ってもらうためナレーションもない企業ミュージックビデオとして制作。 YouTube を選択した理由はまさにミュージックビデオを視聴する現場であるから。スキップできるのにしない、見たいから見るという主体的な視聴態度を引き出すことで初めて若年層とのエンゲージメントが積極的なものになると考えました。動画再生回数は210万回を超え名電車史上最高を達成。好意度は2倍以上、サイト訪問者は月間で20倍以上、そして就職先の一つとして関心を持った方が 49% という結果になり高い広告投資対効果を獲得しました。YouTube とかやり慣れてるとかその広告作り慣れてるとかそういうのじゃなくてだいぶブレイクスルーかなと思いました。そういう勇気のある決断、この広告を作ろうと思う決断っていうのも素晴らしいし結果もめちゃくちゃ良かったんですよ。電気があるからこそなんかこう世の中こういろんな幸せなことがいろんなところに散りばめられてるなっていうのが本当に感じられた素晴らしいクリエイティブだったので、実際私たちも見てて結構幸せな気分になったっていうかホッとしたっていうかなんかすごい本当に良かったです。ここの描き方が抜群にコピーがいいのでデジタルのピクセルアートなのにアナログの人間を描けてるっていうところがもうクリエイティブとしてはすごい発見だなと思いました。実際結果としてもホームページに20倍の人が入ったっていう、あそこもきちっとやっぱみんながかなり好きになってそのままそっちに導入してるんだなっていうことですごくワークした広告じゃないかなと思います。ブレイクスルーアドバタイザー部門賞を受賞されました株式会社名電車の代表者の方、どうぞステージへお上がりください。おめでとうございます。それではゆうさんからトロフィーと花束の贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。そのトロフィーが手渡りました。続きまして花束の贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。株式会社名電車の皆様にお話をお伺いしましょう。広告などにとっても心地よい、最後まで見たくなる企業ミュージックビデオという新しい表現を追求された結果、サイト訪問など直接的な数字の増加にもつながりました。今回の新たなチャレンジを通じて YouTube 広告に対する印象は変わりましたでしょうか。ぜひ今のお気持ちと一緒にお聞かせください。はい、私どもはB2C の企業とは違ってなかなか皆さんと直接つながるっていうことができないインフラ関係の電気メーカーなんですけれども、やはり YouTube っていう誰にでもすぐ接触をしていただけるようなものでこの動画を見ていただきましたことを大変喜ばしく思っております。また受賞させていただきましてありがとうございました。本当におめでとうございます。ブレイクスルーアドバタイザー部門賞に輝きました株式会社名電車の皆様に大きな拍手をお送りください。皆さんもありがとうございました。さあそれではどんどん進んでまいりましょう。続いては YouTube クリエイターコラボレーション部門です。プレゼンターは部門代表審査員の株式会社コスファウンダーゆうこすさんです。ゆうこすさん、どうぞステージにお越しください。ゆ
ゆうこさん YouTube クリエイターコラボレーション部門でございます。ファイナリストいかがでしたか？はい、まずは皆様おめでとうございます。私はですね、YouTubeクリエイターとして発信を始めていって、その後会社を立ち上げていったんですけれども、一クリエイターとして、動画をすべて見させていただいたんですけれども、すごくやっぱりクリエイターとコラボをするっていうことは第一にそのクリエイターさんの視聴者ですね、リスナーさん、ファンのことも、考えることがすごく大事だなと思っています。じゃないとやっぱりまずはファンのことを考えて発信しないと、そのクリエイターさんもね嬉しくないですし、共感を生まないと、拡散はされていかないので、私も動画を企業さんとコラボレーションをさせていただくときはすごくそこを意識するんですけれども、今回受賞された皆さんは本当にクリエイターさんとのコラボだけじゃなく、そのファンのことも考えられていて、そして、商品のことも、すごく分かりやすく、そしてなのでなんだろうな、ファンが喜んでくれてるからクリエイターさんもすごくテンションが上がって動画が撮れてるんだろうなというふうに思いました。はい、見ていてすごく楽しいやら感動やらいろんな風な、共感ポイントがあり、思わずその URL を友達に送りたくなるようなそんな動画でございました。ゆうこさんどうもありがとうございました。それでは YouTube クリエイターコラボレーション部門賞の発表です。YouTube クリエイターコラボレーション部門は YouTube で動画を投稿するクリエイターと企業ブランドがコラボレーションを実施し、高いマーケティング効果を獲得したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト選出作品はこちら。YouTube クリエイターコラボレーション部門賞に輝いたのは、一般財団法人日本財団電話リレーサービス、ずっと無理だと思ってた電話ができるようになりましたです。こんばんは、かなとです。今ですね、うちに母が遊びに来ております。お母さん、おはようございます。2021年、聴覚や発話に困難のある人に向けた通訳サービスとして始まった電話リレーサービス。認知と理解を促進するために対象者を両親に持つ YouTube クリエイターかなた氏とのコラボレーションを実施。 YouTube チャンネルかなタイムの過去の動画再生回数、コメント数を更新し、高評価数 90% 以上を KPI としました。対象者が自ら電話し、主体的にやり取りができて選択肢が増える喜びを感じられることなどを意識し、母がプリントケーキを電話リレーサービスで注文し、父の誕生日をサプライズで祝うという企画を制作。コラボレーションした動画をバンパー広告や動画リーチキャンペーンで広告配信しました。かなタイム史上最高の高評価 99.5%、平均再生数の約4倍の38万回を記録。コメント数は通常より倍増し、我が家も電話リレーサービス申請しようと思います。手話がわからない中途失調の人にも優しいサービスだと思いますなど、サービスの理解と好感のあるコメントが多く見られました。今回この作品を見させていただいて、やっぱりこの感動を届けるっていうところにおいてにじみ出るような思いっていうのを企画に落とし込めているのが素晴らしいなっていうふうに思いました。動画プラスコメントで思いをやられるっていうのは、結構私いろんな動画を、かなさん以外のも見ていて思うんですけれども、波のように波紋のように広がっていってるんではないかなと思っていて、丸く尖ってるなと思っていて気になるみたいなサムネイルとはいえ、中身開いたら感動するみたいなところで綺麗に丸く尖っているな、そしてそれが綺麗に広がっているなと思いました。
クリエイターじゃないと作れないクリエイティブって僕はあると思っていて、こうテンション感的にも、その方が明るすぎず暗すぎずというか、なんかこう家族っていうコミュニティの中ですごい自然な形で訴求したいものを扱っていて、広告というよりは動画としてすごい見れたっていう点において、YouTube のクリエイティブならではの良さがすごい出てたなと思って、本当に素晴らしい作品だなと思いました。YouTube クリエイターコラボレーション部門賞を受賞されました一般財団法人日本財団電話リレーサービスの代表者の方、どうぞステージへお越しください。おめでとうございます。です。いや、お父様へのバースデーサプライズもね、大成功でした。今回はかなたさんだからこそできた企画であること、チャンネルの視聴者がサービスの利用者層としっかりマッチしていたこと、紹介するサービスだけではなくてクリエイターにもしっかりとウィンがある結果となっている点が評価されたということです。クリエイターとブランドのコラボレーションを成功させるポイントがありましたら、ぜひ今のお気持ちとともにお聞かせください。はい、この場に立てていることを本当に、誇りに思います。ありがとうございます。僕がですね、両親が耳が聞こえなくて、自分自身トランスジェンダーで動画を発信する、日常を発信しているんですけれど、その中で感じているのはやっぱ両親が皆さんの当たり前だったりとか、自分の当たり前に、当たり前じゃないこと、この動画だと電話ですよね。皆さんが普段利用している電話を、当たり前に使えなかったというところで、僕も当たり前にお母さんたちは使えないと思ってたんですけど、このサービスをきっかけに、このサービスが広がることによって、諦めることが必要がない、選択肢なんだな、電話もみんなが使えるんだなというふうに、僕自身も知ることができて、そして視聴者の皆さんにも届いて、それが耳の聞こえない人、普段電話を利用しない人に届くのではなくて、普段電話を利用している人、皆さんに届くことによって、誰もが諦める必要がない社会になっていくのかなと思います。本当にありがとうございます。本当におめでとうございます。 YouTube クリエイターコラボレーション部門部門賞に輝きました。一般財団法人日本財団電話リレーサービスの皆様に大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。さて、残すはグランプリのみとなりました。グランプリの発表は審査委員長の細川さん、そして大和さんにお願いいたします。それではどうぞステージにお越しください。それではいよいよグランプリの発表です。先ほど発表いたしました各部門賞の中で最もイノベーティブに YouTube 広告を活用してビジネスへの効果へとつなげることに成功したキャンペーンを2022年の YouTube を代表する作品グランプリとして表彰いたします。発表は大和さんにお願いいたします。それではグランプリの発表です。YouTube ワークスアワードジャパン2023年栄えあるグランプリに輝いたのは株式会社
名電車電気よ同志になれピクセルアート編です。おめでとうございます。株式会社名電車の皆様にお上がりいただいたところで受賞作品の全編を上映させていただきます。こちらをご覧ください。受賞作品をご覧いただきました。さあそれでは審査委員長の細川さんと大和さんからトロフィーと花束をお送りいたします。まずは細川さんからトロフィーの授与をお願いいたします。おめでとうございます。ずっしりとトロフィーが今手渡されました。そして大和さんからは花束の贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは審査委員長のお二方からお祝いのお言葉頂戴したいと思います。細川さんお願いいたします。本当に素晴らしい受賞作が多い中でこちらがグランプリになった理由としましては、企業の一番大事なコアである電気っていうことを一貫してモチーフに音楽から映像から今皆さん見ていただいたような素晴らしいコピーの数々、本当全部が電気っていうものにつながりながら人の心を温めるっていうところを目指して作られていて、そこのもう手抜きのなさというか隅々まで心がこもっているところが素晴らしいなと思ったのと、もう一つやはり企業の規模にかかわらず、予算の規模にかかわらずクリエイティビティとアイデアと情熱の力でここまでちゃんと人の心を動かして結果が出せるっていうことを示してくれたことがこれからこういう広告にチャレンジする人たちへのエールにもなるし勇気にもなるんじゃないかということで今年のグランプリとして選ばせていただきました。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。では続きまして大和さんお願いいたします。そうですね、久しぶりにフル尺でこの動画を今見て、皆さんと激論した日を思い出してすごい懐かしい気持ちになったんですけど、やっぱりこのクリエイティブの素晴らしいポイントとしてはその B2B 企業の広告ということで、視聴者の目線に立って考えるとやっぱりなんか自分たちはターゲットじゃないのかなっていうふうに一見こうなんていうんですかね、壁を作ってしまいそうなところをピクセルアートを用いることですっと頭に入ってくる広告になっていたかなと思います。そしてさらに YouTube の広告はスキップできるんですけど、このクリエイティブはむしろスキップしたくない、最後まで見たいと思わせてくれるクリエイティブに昇華されていたので、その点が本当に素晴らしかったなと思います。改めて本当におめでとうございます。ありがとうございます。さあそれでは受賞された株式会社名電車の代表の方にお話を伺いたいと思います。発表があった瞬間非常に驚かれていらっしゃいましたが、今電気が同時になって受賞された皆さんをスポットライトで照らしています。グランプリ受賞の感想をお聞かせください。はい、正直驚いております。これだけ素晴らしい会社さんの作品を見てきましたので、その中で私たちっていうところはあったんですが、やはり私たちは今回この YouTube の広告を使って特に若い世代の人たちに私たちの存在に気づいてもらいたいというところで、電気を同心になれというコピーとともに電気を感じさせるような音楽とアニメーションで動画を作ってまいりましたので、それが好感いただけたとしたら大変嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。改めまして広告主として YouTube という動画サービスの魅力、どういったところにあるとお感じですか？身近なものでもう皆さん手放せないものだと思いますので、何かの隙間時間にでも見ていただけるっていうところは大変魅力だと思いますし、そこからまたいいものだったら広がっていくっていうところにもすごく魅力を感じます。ありがとうございます。では今後そんな YouTube で取り組んでいきたいことやチャレンジされたいことがありましたらぜひお聞かせください。はい、今回も社内の若手を中心に若い人たちに向けて発信をしてきたんですけれども、こういう賞をいただけたこともまた励みになりますので、さらなる新しいものを目指して制作に取り組んでいけたらいいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それではここで記念撮影を行いますので、皆様ステージ中央にお集まりください。審査委員長のお二人にもお入りいただきます。少しキュッと待っていただきましょう。本当にピクセルアートもね、あんな細かい表現がピクセルアートでできるんですね。いろんな発見がある作品でした。笑顔でお願いいたします。もう数枚行かせていただきます。真ん中のカメラです。じゃあ最後、はい、そのカメラでお願いいたします。受賞の満面の笑みでお願いいたします。バッチリでしょうか？ありがとうございます。それでは YouTube ワークスアワードジャパン2023グランプリに輝きました株式会社名電車の皆様、そして各部門賞を受賞された皆様にぜひ今一度本日一番の大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。最後になりますが、細川さんそして大和さんにお一言ずつ頂戴したいと思います。まずは大和さんお願いいたします。はい、そうですね、改めてこの場に立てていることを本当に僕は誇りに思っていて、この YouTube の広告の
特徴としてやっぱり一番に挙げられるのがスキップできるというポイントだと思います。良くも悪くもスキップできてしまうからこそ、どうやって視聴者にスキップさせないか、どうやって正確に自分たちのメッセージを伝えるかっていうことを考えることにつながるんだと僕は思っています。やっぱりそういうルールがあるからこそ生まれるクリエイティブの素晴らしさっていうものを僕は今回審査をする立場で改めて再確認させていただきました。そして多くの素敵なクリエイティブ作品に出会って、いつか僕も、広告クリエイティブを作ってみたいなっていうふうに、思うことができました。素敵な役割、任せていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。では細川さんお願いいたします。そうですね、私は今までテレビ CM を作ることが多かったんですけど、そうやってマスで届く CM の良さってやっぱり思いもかけない出会いみたいなところに魅力を感じてたんですけど、思いもかけない出会いで人の世界を広げていくっていうところが魅力だなと思ってたんですが、YouTube のようなちゃんと届けたい人を効果的に絞って届けていくっていうことで、よりその情報を、そして新しい出会いを必要としている人に大事な情報を届けられるっていうアイデアの力があれば、その力がちゃんと限られたいろんな制約の中で効果的に届けられるっていうことが、皆さんのアイデアたくさん見せていただいてとても、インスパイアされ、最初に申し上げましたが、本当に自分もいろいろチャレンジしてみたいなと思えたので、この受賞作を見てそう思う広告制作者が増え、企業の方が増え、より良い出会いが広告によって生活者の方にもたらされるといいなと思いました。本当にお疲れ様でした。おめでとうございました。ありがとうございます。審査委員長のお二方、どうもありがとうございました。さて今回発表いたしました受賞作品とファイナリストは Google のマーケター向けウェブサイト SyncWithGoogle にてより詳しい解説とともにご紹介しております。ぜひご覧ください。なお SyncWithGoogle は本日この後12時から公開となります。また本日ご参加いただきました皆様にはぜひ YouTube に関するアンケートへのご協力をお願いしたいと存じます。今画面に出ています QR コード読み込んでいただいてご回答をお願いいたします。なお会場にご来場くださいました皆様はお渡ししたトートバッグの中にこちらの画面と同じアンケート用の QR コードを記載しましたカードが入っております。そちらからも回答が可能です。ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。そして次回の YouTube ワークスアワードジャパン2024の詳細ですが2023年10月に発表予定です。応募対象は2023年1月1日から12月31日までに日本国内に配信された作品です。これから YouTube に広告配信ご検討されている方は今回発表されました作品をぜひ参考にしていただいて効果的な広告のプランニングにお役立てください。そしてぜひぜひ YouTube ワークスアワードジャパン2024へご応募お願いいたします。お待ちしています。そしてこの後ですが Google は14時からホール A2 におきましてもう一つのセッションを行います。コネクテッドテレビにおける YouTube の現在地と題しまして YouTube コネクテッドテレビ広告がなぜ投資効率よく広告主様のビジネス成長に貢献できるのか、ユーザー、広告主双方の視点から理由を明らかにしてまいります。前半はコネクテッドテレビ上における YouTube ユーザーの最新の分析結果を調査会社様から、そして後半は実際に成果を出された広告主様の事例といたしましてブリヂストン様とトライグループ様の事例をご紹介させていただきます。ぜひそちらもご参加いただきますようお願いいたします。それでは以上をもちまして YouTube ワークスアワードジャパン2023授賞式は終了とさせていただきます。皆様また来年お会いいたしましょう。本日は誠にありがとうございました。